今回は小川のある風景を描いていきたいと思います。使用している画材については動画下の説明欄の方にも記載しておきますので、そちらも参考にしてください。それでは早速描いていきましょう。まずはユニの水彩色鉛筆アップルグリーン870番で輪郭を描いていきます。手前に見える丘と奥から手前側へと流れてくる小川を描きます。遠くに見える地平線を描いて、ざざっと同じ色で色をつけてしまいます。すべて一色で塗るのではなくって何色か混ぜて、ところどころ茶色なんかも入れたいと思いますので、白い部分を残してまだらになるように塗っておきます。続いてサップグリーン867番で色の濃い部分を足していきます。黄緑色の部分にところどころ濃い緑色が入るように塗っていきましょう。これも一色で塗りつぶさないように気をつけながら塗っていきます。続いて茶色を塗っていきます。使用しているのはバーントウォーカー887番です。黄緑の部分に少しかかるようにしたり、あとは白い部分を塗りつぶすようにしたり、いろんな色ができるようにしながらところどころ塗っていきます。続いて茶色の部分にダークセピア875番も足していきます。これも入れすぎないように注意しながら塗っていきます。だいたい塗れたら水で溶かしていきます。筆にしっかりと水を含ませて、たっぷりと水をつけて溶かしていきます。奥の方から溶かしていきたいと思います。横向きに筆を動かすようにして溶かして、手前の方の景色も溶かしていきます。手前の方に来たら筆を立ててトントントンと叩くようにして溶かしていきます。こうするとなんとなく草地の感じが出ると思います。せっかくいろんな色を塗ったので、色が混じり合いすぎないように茶色い部分や緑色の部分が残るようにして溶かしておきます。一旦筆を洗って左側の丘の部分も溶かします。筆を立てて叩くようにして溶かしていきます。筆先が割れてくるので、その感じが草のボサボサとした感じになりますので、筆先がボサボサになるように少し筆を回転させながら溶かしていきます。溶かせたら筆を洗って置いておきます。この状態で一旦ドライヤーで乾かしてしまいます。完全に紙が乾いていないと次の色が綺麗に乗らないので、紙は完全にカラカラになるまで乾かしてください。次に空を塗っていきます。ライトブルー847番を横向きに動かしながらザザッと塗ります。塗り終えたら水で溶かしていきます。筆に水をたっぷりと含ませて横向きに動かしながら溶かしていきます。下の方から上の方へ向かって溶かしていきましょう。
こうすると上の方がちょっと濃いめのグラデーションになります。溶かせたら筆は洗っておいて、続いて下の皮の部分にも少し水色を入れていきましょう。先ほどと同じライトブルー847番です。これも横向きに色鉛筆を動かして塗って、ささっと軽く筆で溶かしておきます。ここはあまり濃い色にならない方がいいです。ほんのり水色になるぐらいで大丈夫です。溶かせたら完全に乾かします。次にダークセピア875番で遠くに見える林を描いていきます。縦にギザギザと線を描くようにして奥に見える林を描いていきます。筆で溶かしてしまうのできっちり描き込まなくて大丈夫です。上の方が描けたらザザッと横向きに大きく動かして塗ってしまいましょう。ここにプルシャンブルー851番を重ねます。たっぷりの水で溶かしていきます。林の上のラインがちょっとデコボコとした感じになるように溶かしていきます。筆の先を利用してちょっとトントンと置く感じにして溶かしていきましょう。下の方は横向きにザザーッと溶かして大丈夫です。ここはムラになってしまってもいいので、あまり均等な形にならないようにだけ気をつけて溶かしておきます。全体が溶けたらドライヤーでしっかり乾かします。完全に乾いたらダークセピア875番を使って木を描いていきます。木の幹や枝を何本か描いていきましょう。描けたらお水をつけて溶かしておきます。違う場所にも木を描いておきます。同じような形にならないように気をつけながら何本か木を描いていきましょう。描けたらお水で溶かしておきます。細い枝は水で溶かさなくてもいいので何本か描き込んでおきましょう。もっと奥の方にも木を描きたいと思います。奥に生えているのでちょっと細めに描いておきます。これも何本か描いておきましょう。奥に行くに従って細い線で薄くなるように木を描いておきます。手前にちょっと太めの幹も描いておきます。お
水をつけて溶かします。木の部分を乾かしている間にサップグリーン867番で草を描き足しておきます。ところどころ濃い緑色が入るように草の塊を描くイメージで描いておきます。皮の縁にはちょっと多めに緑色を入れておきます。手前の方に来たらちょっと線が見えるぐらいに草の葉っぱの感じが出るように長めの線で描いておきましょう。バンダイキブラウン876番も足しておきます。緑と緑の間に少しずつ入れておきます。お水で緑色とこの焦げ茶色を溶かしていきます。奥の方は水をつけて溶かしてじわっと色がにじむ感じにしておきます。手前の方は色鉛筆の線がそのまま残るようにしておきます。右側には水芭蕉が咲いているので水芭蕉の葉っぱを描いていきます。サップグリーン867番で強めに縦に長い感じの葉っぱを描いておきます。ところどころに生えているので全部に塗るのではなくって水芭蕉の花の塊がある部分にだけ塗っておきます。モスグリーン868番で木の下やちょっと手前の方に緑色を入れておきます。緑と緑の間にバンダイキブラウン876番も入れましょう。お水をつけて奥の方を溶かしておきます。手前は溶かさずに色鉛筆のタッチがそのまま残るようにしておきます。一旦よく乾かしましょう。皮の部分にダークセピア875番で影を入れていきます。水面に映る木や植物の影を描き込んでいきます。奥の方はちょっと暗めにしておきましょう。これぐらいかけたら一旦お水をつけて溶かします。水面なので横向きに溶かしていきましょう。大きな木が水面に映っている部分を描きます。色鉛筆を横に動かしながらダークセピア875番で木の映り込みを描いていきます。皮の際の部分に生えている草の影も描いておきます。ここも映り込んでいるのでちょっと縁を取るような感じに影を描いて奥の方の木の映り込みも描いておきましょう。
ライトブルー847番で少しだけ水面に色を足しておきます。横向きにささっとところどころ色をのせるようにしておきましょう。右側の岸のところにも水芭蕉の映り込みを描いておきます。ダークセピア875番を使用しています。サップグリーン867番を使って手前に少しだけ水の中に生えている水草を描いておきます。川の流れに沿ってゆるい曲線を描くようにして線を何本か入れておきます。色に変化がつくように少しだけモスグリーン868番も重ねます。ライトブルー847番でもう少しだけ水面に変化をつけて木の部分に書き込みをしていきましょう。最初に塗ったダークセピア875番で影や樹皮のデコボコとした感じが出るように少し書き込みをします。ブラック899番を使って川の縁の部分に近いところにもう少し濃いめに影を入れていきます。全部に入れる必要はないので、ところどころ濃い部分ができるように少し力を入れて塗っておきましょう。奥の方もちょっと暗めにしておきます。最後に白のポスターカラーを使って水芭蕉の花を描き込んでいきます。小さめの筆にポスターカラーを取って先ほど描いておいた水芭蕉の葉っぱのところに花が来るように描いていきます。花がいろんな方向を向いている感じに描いていきましょう。同じ形にならないように注意します。手前の方は少し花を大きめに描いておきましょう。奥に行くに従って少しずつ花を小さくしていきます。トントントンと小さな点を打つような感じに、少し縦長の楕円形ができるような感じに白い点を打っていきます。奥の方は水芭蕉がたくさん群生していて真っ白に見える感じにしておきます。少し横に線を細く描くようにして塗っておきましょう。一旦絵の具を完全にドライヤーで乾かします。水芭蕉の花芯の部分を描いていきます。モスグリーン868番で花の真ん中に少しだけ緑色の線が入るようにします。その上にレモンイエロー805番も重ねましょう。こんな感じで完成です。いかがだったでしょうか。今回の動画が楽しかったよという方はぜひ高評価、チャンネル登録、あとはコメントなどもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。